また失敗しちゃった。いつも同じようにやってるのにうまくいかない時があるのはなんでだろう。せっかく一生懸命時間をかけて作ったのに失敗しちゃうと心が痛むな。しゅこれを使うだけで美味しいパンが作れちゃうの？でも実際に使い方よくわかんないしめんどくさいな。ふんふん、作ってみよう。おお、うんうん。私はこれは可愛いけど大まかにしか測れそうにないから使ってなくて、こっちのスプーンはグラムに換算するのがめんどくさいから使ってないんだ。だからいつもこれを使ってます。でもこれも1グラム測れるよ。これじゃダメなの？うんうん。え、そうなの？0.1グラムってこんなちょっとだよ。でもこんなちょっとである一方、これだけ 0.1 グラムで誤差があるってことだね。じゃあいつもの計量計で2グラム測ってみよう。2グラム。じゃあ2グラムをこっちの微量計に移してみよう。1.77 グラムだ。ってことは 0.23 グラム違うっていうことか。今日は微量計で 0.1 グラムまで誤差なくしっかり測りました。イーストと塩以外の材料はいつもの測りで測って大丈夫です。うんうん。じゃあこれでしっかりパンを作っていきたいと思います。ここね。温度計ってどんな時に使えばいいの？いい感じ。イーストが活動しやすい生地の温度って何度なの？こんな感じです。なるほど。生地の温度も大切なんだね。じゃあこの目安の温度にするには
どうしたらいいの？うんうん、なるほど。じゃあ季節によって水分の温度を変えた方がいいっていうことだね。今だいたい12度ぐらいだね。じゃあこの場合はどうしたらいいの？うんうん。じゃあ温めてこよう。今日はちょっとだけレンジで温めて20度ぐらいの牛乳で作っていきたいと思います。そう、卵みたいな。こね揚げ温度を測っていきます。今日は結構暑かったからこね揚げ温度も上がっちゃったな。おー、なるほど。おー、結構膨らんでる。かなりいい感じ。いい感じ。これで今日はだいたい55分ぐらいです。うん、そう。よし。しっかりこねた方がいいって分かってるけど、かなり伸びます。結構まとまってきたし、もういい気もするんだけどな。じゃあ美味しいパンを作るにはどのぐらいこねたらいいの？こんな感じです。12分とかかな。まだ6分しか経ってないの。半分じゃん。先は長いぜ。よし、15分経ちました。15分長かったな。体感としては30分ぐらいだった。ふう。15分スタート。残り5分ぐらいだ。よし、炊きごねするぞ。15分経ちました。ツルツルです。そう、卵みたい。かなり伸びます。そう。
てもふわふわにできました。